古い母屋を気に入った形で買ったみたいで、広さは640坪ぐらいらしいです。全部日本風の庭にしたいと。母屋もあればちょっと入り口とか蔵の面影ありますもんね。こうやって何年かけながらやる仕事だと思いますけどね。おはようございます。金井良一です。今回はですね、ご依頼があったのが茨城のご依頼がありまして、農家の建物を買いまして、そこで住むという前提で外回りに対してお話がありまして、今日はそれの相談しに参りました。はい。じゃあ今日はそちらの現地をちょっと見に来たような感じ。そうですね。現状でただ来て、広いことにおいて、はい。では中国の方で、今はもう日本に帰化された地主さんであって、古い母屋を非常に気に入った形で、環境的にもこういうところで住みたいという形で買ったみたいで、はい。広さは640坪ぐらいらしいです。その中に母屋、車庫をリメイクした形の倉庫とか、裏手の方にちょっと2階建てのアパートのような建物、家畜的なものの買ってた建物とかいろいろありまして、で上着もちょっとパッと見た感じ、一箇所にちょっと固めてあるという状態だし、右手の方は果実、イチョウ、梅とか柚子とか柿の木が植わっておりますけど、ほっとけば雑草が絶えず生えてしまう状態です。そこ一帯を金井さんにやってほしいといそううですね。ご依頼だった。ご希望は、全部日本風の庭にしたいというご希望なんですね。はい。お話では関東一の庭にしてほしいって言われて関東一の庭きましたけど、はい。そういうあれがお客様持っておられるんですけども、いろいろやろうと思えばいろいろで、こんだけの広さですから、で部分的にこうやって何年かけながらやる仕事だと思いますけどね。相当広いですね。そう相当広い。ここです。こっから先で、今見える欅とかああいうのはちょうど神社なんです。あ、神社なんですか。あそこはもう神社の敷地です。それもあって神社のそういう雰囲気もあって、お客様はここの地を選んだみたいな、いきさつもあるみたいです。ですからこうずっと来て、でこれが昔の家畜。じゃあ本当にそのまま残ってる状態のを買われたってことなんですね。で生垣、これが母屋になる。で今の出入りがここに。でずっとこれがちょっと要とかいろいろで生垣で綺麗になったと思うんですけど、今ほとんど枯れちゃってる。で今こんだけ1234梅の木がちょっと非常に
でこっから正木の生垣がずーっとスモモとかも結構果実はこっちの中にかりんとか結構あるんで、こうでここが寺院。全体を外周を見てもらいましたけど、まあそれだけでも広さを、今植物が生い茂ってるとちょっと管理するのは大変かなとは思います。住んでいくためには外回りをどうしたらいいかっていうのがやっぱし先決だと思うんですけど、だからできるだけもう通りに面した部分は雑草が生えないような工夫をしていかないと。ご希望としたらやはり周り外周塀にし、だから塀もいろいろの部分で完全に見えなくするのか、透かして見える場所あってもいいのかなとか、いろいろと。であとこの今の状態だったら道路側に植木が結構覆いかぶさっちゃう状態なら、それを処分するか移植して中に入れるかというような感じになると思うんですけど、結構植物を大事にしてるんで、できるだけ活用していくっていう考え方はあるみたいで。ですね、最初は結構いろいろと構想したんですけども、どうしても出入り口ここだけはもう先にやってもらいたいという要望があるんですね。ここの工事が決まっております。ここをどういう風にされるんですか？だからここはもう和風の雰囲気を保った形ので、ちょっとこっちの出入り口行き来と、それから車の開閉部分というのは分けた形で一応考えてるんですけど。じゃあここに新たな入り口の扉とかが来るってことなんですか？そうですね。だからそれを作れば形になれば、その流れでつなぎで外回りもだいたいイメージはついてくると思うんですけど。多分今まで菜園か花壇で生垣で囲われた状態の向こうが梅の木はできるだけお客さんを生かしたいっていうことで、何本1本ぐらいはいい形が門に近いところに移設するつもりなんですけども、はい。であと植物は大体もうここにあるやつをピックアップして、だからこんなの結構面白いかなと思って、こんだけこういうのは門の入り口に使ったりしていきます。こういう感じですね。もう本当にそのまま残ってるんですね。これはもう多分こうやって敷地になってんから家畜の倉庫のあれだと思ったら、でこれはどういう形でするだけど、アパートみたいなね、ちょっと何所帯住めるような感じですもん。であとは工具なんか入ってる納屋が、基本的にはもうこういう小屋を活用していくっつう。じゃあ今ある建物は全部リフォームされるような感じですかね。使えるやつは整理すれば結構あるんで、ここなんかも上は住まいあれだったんだけど、ここは納屋になってるし、でこっちは今まで畑にしてたさっき見た、
こだけでもなかなかの面積ですね。なんか面積ありますよ。この敷地だけでも2棟かそのぐらい経っちゃう。前と同じように畑をなんか菜園として使いたいというお話がありました。それにしてもね、やっぱり雑草1回ここもこんだけこれ何か作業場とかだったんですかね。だから外でやっぱしいろいろ作業、農家お米作ったりいろいろやったから、これを濡れない脱穀機も昔のありますし、ここでこれがだからお客さん言うには昔蔵だったらしいんですけども、まあ蔵の面影がありますもんね。こうそれをちょっとリフォームしていろいろ倉庫にしちゃったみたいなんです。でここはまだこんだけ空いてるんです。だから車があってこっちも車が入れるように行き来すれば、この空間なんかもまた生きてくる。ここはどうする感じですか。ここもまだ見て、じゃあ本当にもう今構想の段階でご紹介いただいたって感じなんです。だからこれを茶室にしたいようなお話は言ってたんで、そうすればこっちの木はちょっと一部ぐらいでも茶庭っぽいような感じには作ったり、あとだけど母屋の周りもこういう日本庭園が見える感じにしたいつうか意向があったんで、母屋周りはちょっと和風っぽく入り口とかだったらできるかなという。まあ今回ったように敷地が全体的にはこんな感じです。で一応入り口の部分だけ一応施工が決まったということで、今私どもがやってる家内スタイルラボの中で受講生としてたまたまです茨城で参加してくれて受講生の渡辺さんという方がおられまして、ちょうどいいということで一緒に仕事をしたいなと思っております。渡辺さんです。どうぞ。どうもはじめまして、フォレストガーデンデザイン代表の、渡辺と申します。茨城県で、外交工事の方、やらせていただいております金井さん監修のもとですね、工事の方やらせていただくことになりました。光栄なことだと思ってますし、勉強させていただこうと思っております。よろしくお願いします。じゃあ渡辺さんはたまたまこの金井さんの養成所を受けたっていうところがきっかけだったと。でそれから茨城でこういうお話がありまして、渡辺さんいたじゃないなんか引き寄せたんじゃないかということでちょっとお話ししたら OK していただいたんで、なんかちょっと渡辺さんのお話だと弟さんの方造園資材が結構あるというお話を聞いたんで、そういうのもご利用していきたいなと思っております。はい。渡辺さんの弟さんがそういったことをやられてたってことなんですか。いや弟の義理のお父さんがもともと造園業だったので、今はもう他界していらっしゃらないんですけども、その時に仕事で、余った資材がいっぱいありますので、今回よかったらぜひ使っていただけたらと思っております。それをうまく図面の中に落としながらあるものを使っていくっていうのはいいかなと思っております。いや、よろしくお願いします。っていう感じでいます。はい。下草ぐらいですかね。締めで使うぐらいのが。ここに全部寄せちゃったみたいで。これからですね。渡辺さんの弟さんのところ資材があるというのを見に行こうかなと思っております。じゃあお願いいたします。はい、お願いします。こちらにもまず石が散らばってますね。ここら辺です。中堅サイズから大きいサイズが。形跡がね。
はい、計画的に利用できそうな形跡なんか結構あるな。今後これだったらもうコバズミとかね。あんな一つ置けばね。金井さん的に使えそうな石はありましだから形跡とか引き石なんかあの規模ですから置いたりすることは今パッと見た感じはね、こういうのもいろいろと飛び石風に打てる石なんかも結構あるんで、細かい石なんかは小刃積みでこう詰めるようなのは点在してるんで、これなんか例えば池なんかの時に橋とか石橋なんかこう置いたりはできたり。一応ですね、こんだけの広い敷地、一角は実際にやるんですけども、これから先どういう形でどう進んでいくか未知の。だけど全体的にやるようだったら結構面白い広大なものになるなとは思いますし、短時間というよりはちょっと時間かかった形で作っていくつうお話になると思います。生きてる間に作り終わるのかどうかというのはあると思いますけど、あるものを生かした形で作っていきたいなとは思って、また先生さんのご意見というものを重要視した上で作っていきたいなとは思っておりますけど、ちょっと部分的な施工という形で長い長期になると思いますけども、楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。